皆さんこんにちは。日本語のポッドキャスト、ゆかの日本語カフェです。皆さん最近体調は大丈夫ですか？私は今ちょっと風邪をひいています。なので今日は日本人が風邪をひいたらする特別なことを皆さんにシェアしたいと思います。最後には風邪をひいている人に対して使えるフレーズなどもシェアしますので最後まで聞いてください。まず、日本人が風邪をひいた時にすることは、マスクです。皆さんも日本に来たことがあるならよくわかるかもしれないですけど、日本人ってよくマスクをつけていますよね。春でも夏でも秋でも冬でもマスクをしている人をよく見ると思います。もし自分が風邪をひいている場合は、マスクをつけて周りの人に移さないようにすることが多いです。日本人がマスクをつけるときは、風邪の時だけじゃありません。自分が風邪をひいていない時でも、もし電車に乗る、バスに乗る、人がたくさんいるところに行く場合は、他の人が風邪をひいてるかもしれません。なので、自分が風邪をひかないために、予防としてマスクをつける場合もあります。あとは、特に女性に多いんですが、化粧をしていない時です。日本の女性は、メイクアップとか、ファッションとか、おしゃれが好きな人が多いので、化粧をしていない自分を他の人に見せるのがすごく恥ずかしいっていう気持ちがあります。なので、化粧をしないでどこかに行くとき、例えばスーパーとか、電車に乗るときとか、そういうときはマスクをつける人が多いです。次は栄養を取ることです。日本人はよく風邪をひいたときとか熱があるときには、お粥やうどんを食べる人が多いと思います。お粥は皆さん知ってますか？白米を柔らかく煮たものになります。味は塩をちょっと入れるぐらいですね。でうどんも卵とうどんを一緒に煮て柔らかくして食べることが多いと思います。こういうお粥とかうどんはとても消化に優しくて体を温める効果があるので病気の時はこういうものを食べています。飲み物はお水はもちろんなんですけど日本人はお水よりももっとよく飲まれているものがあります。それはポカリスエットです。皆さん、この飲み物を知ってますか？この飲み物は水分補給をするために作られている商品なので、風邪の時とか熱が出て汗がいっぱい出た時とか、あとは運動をした後とかにもよく飲まれている飲み物です。次は薬を飲むことです。これはもちろんそうなんですけど、日本人はよくドラッグストアに行って自分で薬を選んで買うことが多いです。日本人はよく西洋薬を飲みます。中華圏の人はよく漢方を飲む人が多いと聞きましたが、日本人で漢方を飲むとか漢方のお医者さんのところに行って、漢方を処方してもらうっていう人は少ないかなと思います。でも最近はドラッグストアに行って手軽に漢方を買うことができます。でもこの漢方は、この私のために作られている漢方ではなくて、みんなが飲める、西洋薬と同じような感じですね。成分としてはみんなが飲めるようになっている漢方なので、でもすごく苦いですね。私もたまに、葛根湯っていう漢方をドラッグストアで買うんですけど、これを、もうすぐ風邪ひきそうかもしれないって思った時によく飲んだりしています。でもし熱が高い時、熱を下げたい時には解熱剤っていう薬を買って飲みます。もし本当にひどくて体が辛いとかだるいとか、そういう時は病院に行って医者に処方薬をもらいます。次は体を温めることです。よく生姜湯とか蜂蜜レモンを飲む人が多い印象があります。生姜は体を温める作用があるし、蜂蜜は喉にいいですね。レモンにはビタミン C が多く含まれているので、風邪の時、体が弱っている時にはビタミン C を取るのがいいとされています。さっきのお粥やうどんを食べる時も体を温める効果があるって言ったんですけど、生姜もやっぱり風邪をひいた時とか熱がある時は体を温めてどんどん汗を出して熱を下げる、菌を殺すっていう
考え方があると思います。次は、風邪の人に対して使えるフレーズを一緒に勉強しましょう。お大事にしてください。ゆっくり休んでください。この2つはよく使えるので、ぜひ覚えておいてください。お大事にしてくださいはちょっと長いので、もうちょっと短くして、お大事にっていうだけでも OK です。誰に対しても使える便利なフレーズなので、ぜひ覚えてください。はい、今日は皆さんに日本人が風邪をひいた時にする特別なことについてシェアしました。お粥やうどんを食べたり、マスクをしたり、ポカリスエットを飲んだり、薬を買って飲んだり、生姜湯や蜂蜜レモンを飲んだりしますね。皆さんの国ではどうですか？特別にやることや特別な商品などはありますか？あったらぜひコメントに書いて教えてください。このポッドキャストがいいなと思ったらいいねとチャンネル登録、あとはコメントもお願いします。じゃあまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。